今回もご視聴ありがとうございます。藤金ベースケントです。以前の動画でご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、コロナ禍で小さな会社の業績が悪化し、10年後に迫った年金生活への不安が高まったことから移住への検討を始めました。神奈川県で妻と高齢の母親との3人2世帯で生活をしていたのですが、当時の家賃は毎月15万円でした。当然将来もこのままというわけにはいかず、さまざまな選択肢を検討した結果、格安別荘への移住を決断したわけです。さて、実際に移住した結果、本当に月々の生活費は下がり、年金生活への不安は解消されたのでしょうか。今回はそのあたりをお話ししてみたいと思います。神奈川時代に住んでいた2世帯賃貸戸建て物件の家賃は15万円でした。2年ごとの更新料も1ヶ月分かかります。一方で藤金ベースは持ち家ですので家賃はかかりませんが、こちらは管理別荘地帯ですので管理費がかかります。別荘所有者で運営されている損壊の回避も必要です。また浄化槽の維持・メンテナンス費用も発生いたします。これらを合わせて月額に換算すると1万4000円強といったところです。また年間の固定資産税もかかってきます。400坪の土地と建物を合わせて年間約6万5000円ですので、月額に換算して5400円と少々です。また相応に築年数の経過している物件ですので、入居時にリフォームをしていますが、将来の修繕に備え積み立てもしておかないと後に計画倒れになりかねません。以上が住まいに関するコストの変化です。別荘暮らし前後で月額おおよそ12万5000円減額に成功しました。次に電気代です。移住前の賃貸戸建てはオール電化でしたので、電気代は結構かかっていました。ソーラーパネルが設置されており、晴天の日中はほぼ無料で電気を使用できました。余剰電力は売電されていたのですが、そちらは大家さんの収入になっていたので、我が家の電気代とは相殺されていませんでした。年や月によって上下幅は大きかったですが、月額に換算するとおおむね3万5000円ぐらいでした。一方、藤金ベースでは40アンペア契約で現時点での平均を見てみるとおおむね2万5000円くらいです。電気代はもっと下がることを期待していたのですが、ガスコンロは IH 化していますし、季節によっては外干しでは洗濯物が乾かず乾燥機を回す時間が長くなってしまったり、昨今の電気料金の値上げ幅も大きいですので、実は差額以上に本来は下がっていたはずなのかもしれませんね。次に上下水道代です。こちらは別荘暮らし前後で大きな変化はありません。変化があったといえば、水道から出てくる水のクオリティの差が大きいです。ここの別荘地の水は地下に浸透した富士山雪解け水を汲み上げたものです。もちろん定期的に水質検査も実施されており、安心して口にできるものです。そして何よりこれが本当に美味しいです。皆さんがお金を出して買っているお水を水道からジャブジャブ出して使い放題、
カルキが入っていないので、お風呂に入った後の髪も肌もツルツルです。ひょっとしたらこれってこの地の最大の贅沢なのかもしれません。意外なところですと、真夏の炎天下で車の洗車をしていても、拭き取り前に乾いてしまってカルキ成分が残ってしまう、そんなこともありません。これって洗車好きの私にとってはとっても嬉しい誤算でした。この別荘地の水道は行政で行っているのではなく、別荘地にて独自に運用しているものです。実はここに一抹の不安があります。別荘地が開発運用されてからすでに長い年月が経っており、各世帯へ送出されている水道管の劣化が進んでしまっています。正確なところは把握しきれていないようですが、送出経路での漏水も相応に出てきているようで、一説には漏水によるロスが数%では済まない状況になっているとのことです。この老朽水道管の問題は管理会社と損壊で議論を重ねているようですが、明確な解決策を導き出せていないのが現状のようです。さて、困った問題ではあり、私なりに考えることもなくはないのですが、私が暮らし始めるより前からこの問題を議論している方がいらっしゃる中で、その経緯も本質も知らぬ私がガヤガヤ申し立てても話を混乱させ停滞させるだけでしょうから、当面は経緯を見守る方向で考えています。このように通常は行政にて管理しているライフラインが、管理別荘地では民間で独自に管理しているケースもあるようです。このあたりの将来不安はどこの別荘地でも多かれ少なかれ存在しているかもしれませんね。次にガス代です。移住前はオール電化ですので、ガス代は0円です。藤金ベースではLP ガスです。コンロは IH 化したので、ガスは給湯とお風呂の追い焚きだけでの利用です。これがめちゃくちゃ高いです。移住したのは4月でしたが、何も考えずに毎日たっぷりお湯を張りお風呂に浸かっていました。そしてガス代はなんと28,000円。何かがぶっ壊れてるんじゃないかと思ってしまいました。おそらく水が冷たくなる真冬に同じことをしていたら35,000円とか余裕で超えていた気がします。その後追い焚きはやめ、真冬に室内で引きこもっていて汗一つかいていないような時は湯船を控えたり、暖かくなってきたらシャワーだけにするなど、暮らし方改善をした結果、月額の平均で15,000円くらいで済むようにはなりました。ここまでで済んでいれば、移住前後での水道光熱費は大きな差はないなという感じなのですが、やっぱり罠はありました。灯油代です。大前提として、藤金ベースは避暑用途メインに建てられた断熱性能が低い建物です。それがはっきりわかるのが、真冬の早朝なんかですと、室内温度はほぼ外気温近くまで下がってしまいます。さらに間取りは 2LDK プラスロフトなのですが、建物中心の LDK 吹き抜けロフトに区切りがなく、広い一つの空間になっています。この巨大空間を暖房するために、リビングに巨大な灯油ファンヒーターが設置されているのですが、この暖房効果は凄ましく、前述のコンディションにもかかわらず、30分から1時間も使えばあっという間に快適温度に達してしまいます。しかし断熱効果の低い建物は冷めるのも早く、
同じ程度の時間であっという間に快適温度より下回ってしまいます。ですので室内にいる間中快適でいようとすると、半分くらいの時間はこの灯油ファンヒーターが稼働していることになります。問題になるのは燃費です。暖房性能の良さに比例してとんでもない勢いで灯油を消費します。初めて冬を迎えた2022年12月、何も考えずに使用していた結果、このままでは灯油代10万円いっちゃうかもしれないという状況になっていました。むき出しの窓にはカーテンや中空ポリカで簡易二重窓化したり、冷気が侵入しそうな箇所には断熱シートを入れたり、送風機で暖房を循環したり、人のいる場所優先で暖かくなるように暖気を誘導したり、極めつけはだるま型灯油ストーブを新たに追加し、灯油ファンヒーターで基礎温度を上げた後はそちらを併用して温度維持に努めたり、それでも最も寒い12月から2月いっぱい、この3ヶ月は灯油代が5万円から6万円くらいかかってしまいます。うちは猫がいるので、ある程度以上は室温を下げたくないというのも一つの原因かもしれません。この使用量なのでポリタンクで何度も買い出しというのも往復ガソリン代を考えるとナンセンスなので、配送で灯油を届けてもらっているというのも高単価の要因なのかもしれません。灯油代節約対策後の推移から想定すると、おそらく灯油代は年間30万円くらい、月額に平均すると2万5千円くらいは灯油代として計上しておく必要がありそうです。その他に増えたものとして、通勤のガソリン代と日常の買い物でのガソリン代、合わせて1万円ぐらい増えております。ただ一つ減ったものがありまして、移住前は出勤時の昼食はお弁当を買ったり、仕事が遅くなり夕食を作るのが面倒な時は月に何度か外食もしていました。それらの数がかなり減りましたので、平均すると1万円くらいは食費が減っていると思います。その他特に上下していないものとして火災保険やインターネット環境の構築などもございますが、ほとんど誤差の範囲ですので今回は割愛しております。以上、別荘暮らし前後で比較すると月々の差額として約10万円の減額となりました。いかがでしょうか。ガス代と灯油代という冬に高騰する暖房費を次のシーズンにはもう少し改良していきたいところだと思っています。もともとの家賃が高かったとはいえ、年金暮らし後は10万円安い家賃のところに引っ越さなくてはと不安に思って暮らすより、圧倒的に明るい未来を考えられるようになりました。団地に比べ快適とは言えない冬があり、周囲に便利な施設があるわけでもありません。決して誰にでもお勧めできるような暮らしではないかもしれません。豊かな自然と美しい空気と水、もう都市部に住む気が全く起きない夏場の快適さ、私たちにとってはこれが全てを帳消しにしてくれています。藤金ベースでは別荘暮らしや移住、格安別荘に関する話題や DIY などをお届けしております。ほんのちょっとでも興味のある方はチャンネル登録を、ほんのちょっとでも良いなと思う方、高評価ボタンで応援をお願いいたします。それでは次回の動画で
お会いできればと思います。ご視聴ありがとうございました。